こんにちは、こんばんは、いのぽんです。本日のお話は、図16、手玉の予告ションバンクのお話をします。図15、世界初イノポン縦バンクの法則が生まれたきっかけになったお話です。遡ること15年前に私が作ったアスリートへの道 DVD に掲載しております。この当時からアルファ数字の研究をしていたのがきっかけになりました。図16をお話ししてから、その応用編、図17、応用手玉の予告ションバンクのお話。その後はちょっと話がずれて申し訳ないですが、コンビネーションショットについてお話をしていこうと思います。コンビの難しいところは、できるだけ簡単に考え、入れを安定させるコツもあります。点と点だけでは安定しないのは、大きさが違うボールということになります。詳しくお話していこうと思います。では、よくわかるアナウンサーさん、お願いします。本日もよろしくお願いします。以前に16話の最後にお話ししていましたが、ポイントで狙う通常の強さバンクの続きです。先に縦アルファバンクのお話に行ったので話が飛んでしまい、申し訳ありませんでした。すいません。では、今回は忘れずに、弱くつく手玉の合わせ方のバンクの方法をお話ししていきます。図16、手玉の予告ションバンク。図12を理解した上で、図の4の手玉の数字の下に、プラス 0.5 から始まり35プラス6と書かれている数字を、アルファ数字と呼ぶことにいたします。これも、イノポンが考案したシステムの一つです。もちろんアルファ数字は変動数字です。覚え方のコツは、基本形は16のバンクの時には必ずプラス2ということです。そこで1ポイント伸びると変動数字を1プラスしますので、20のバンクの際は3をプラスいたしますので、23に入れれば正確にコーナーへ向かうのです。35のバンクはアルファ数字6をプラスするので41に入れるということになります。コーナーへの角度が広がるごとにアルファ数字をプラスしていくわけです。では動画参照します。まずは8からいきます。8.75 に突き出します。弱めについていますので、少し手玉が伸びて反応しているのがわかると思います。では、次に16です。18に突き出します。これも少し伸びています。では次に20ですので、23に突き出します。1個飛ばしてすいません。では次は35なので、41に突き出します。アルファ数字をプラスして、手玉を誘導する方法でした。これを元に縦バンク、アルファシステムは生まれたのです。では次に、応用編です。図17応用、手玉の予告ションバンク。入れるポケットする穴を、サイドポケットにした。計算方法もお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いします。サイドインの手玉の、カラクッションで注意しなければいけない点は、16の穴からつく場合は、18ではなく19に入れなければサイドに走らない。18に入れると、サイドポケットの左を舐める形になり、サイドポケット穴前の玉は落とせない結果になるので要注意です。20以上の場合は、1ポイントごとに3プラス4プラス5足すに変化する。そして、強さ加減は、弱でサイドにある先玉は落とせます。では実演です。サイド手前にある先玉を落とすためのカラクッションです。8ですので 8.75 についてみます。では、次は16で行ってみたいと思います。18ではなく、3をプラスして19に突き出します。では続きまして、20ですから、プラス3ですから23に突き出します。続きまして、24ですからプラス4ですので、28に突き出します。
強さ加減で入れる数字は異なってきますので、見ての通り、イノポンは弱めの肘支点でついていますので参考にしてください。続きまして、コンビネーションと言われる先玉1を先玉2に当てて、ポケットする方法なんですが、非常に当て前が取りにくいですよね。それをできるだけ簡単に入れれる方法について入れやすくするコツをお話ししていこうと思います。イノポン流の考え方。コンビの当て前の取り方はこうしてます。この方法だとよくわかるのでポケットイン率は向上します。はじめに、やり方をまずは実演でお話ししながらやっていきます。ナインボールがポケットに吸い込まれていく点を探ることから始めます。ナインボールの真後ろから視線を送り、当て前を見るために同点下を見て、次に真ん中の点も覚えます。ここで大事なことは2点を見るわけです。そして縦線も頭に描きます。2点を覚えたら、小さい縦線の中央線と当て前線も確認します。次は横の縦線です。この場合は、ポケットの左側から出した線です。この角度ならポケットに吸い込まれると確信を持ち、目を離さないようにしながら、次は1番ボールから見た、下から見た点と中央の当て前点、2点の覚えた箇所を見ます。ナインボールの当て前線と、縦線も確認します。では、月に入るのですが、手玉の下に球を置いて、下の箇所、当て前の真ん中の1箇所、すべての縦線は玉が当たるときに、一つになるようにします。では最終確認。もう一度今、覚えたナインボールの当て前、そこに向かう1番の当て前が確認できたら、最終確認で、縦線の中央線は当て前線も確認します。次は横の縦線です。では、手玉をつきます。この時手玉には、半タップの上、中、下、同点しか使わないです。横ひねりが入ると先玉は変化し、想像できないような動きになるので、おすすめできません。横ひねりが入らなければ、入れは向上します。ではつきます。ナインボールが入りました。図で、さらに詳しくお話ししていきます。ナインボールの当て前は正面から見ます。まずは、下に球を置いた点が1番目で、その次に、当て前の真ん中の順に見て、下、上の2箇所を見てから、その後に線を出します。この当て前線の長さは、先玉の中心から下に、2.5 センチメートルくらいの大きさでの線です。先玉の上から見ると、結構、目が広い範囲を見ないといけないので、目が広い範囲を見ると一点集中できないのでダメです。ここは一点集中ですので、点と点をつくわけですので、範囲は狭い方が正確に入ります。集中する意味もあるのです。では次に、1番ボールから見た、ナインボールへの当て前に合わすために、ナインボールの当て前を覚えてあるところに、1番ボールが当たるように、1番の当て前を取ります。その時に、この場面なら、ナインボールが入る軌道は、こうだから、ポケットの左端に線を出します。この線は、最後つく際の確認線です。という順序でいきます。どんな球でも、そうなんですが、必ず2点で見る、縦壁さえ、身につければ、すべての球を、支配する力が湧いてくるのです。そして、一番大事なことを言います。どんな球でも当て前から、目を離さないこと。これは重要課題です。ポジションプレーで場所を、歩いて移動しますが、覚えた当て前から目を離さないように、移動します。ここが誰しもやることの、一つですので、注意してください。
当て前を覚えてから、ポジション移動するときに、当て前から移動中であっても、目を離さないように、ポジション移動することが必須なのです。本日の課題は、横アルファバンクの法則と、コンビネーションショットのお話をさせていただきました。本日の課題が知らなかったなぁ。勉強になったという方は、チャンネル登録、いいね、お願いします。ビリヤードの2点で球を操れれば、より入れは確実に向上するでしょう。目線ですが、3点の大きな範囲、上中下はダメです。目の集中範囲は3センチメートルぐらいが限度だと思いますので、2点がちょうどいいです。次回は、先玉タッチ玉の限界同点のお話です。図19、先玉タッチ順ひねり。した限界のお話をさせていただきますので、よろしくお願いします。本日も最後までご視聴くださりありがとうございました。皆様の腕が向上するよう、いろんなコツをお話ししていきますので、これからもよろしくお願いします。本日もありがとうございました。